はい、始まりました。今回はですね、リクエストを一旦忘れまして機械兵団の更新が、最近ちょっとだんだんプレビューされてきまして、気になったものが終わりになると、気になったカードがちょっと1枚だけ気になったカードがありまして、もうさすがにちょっと C では無理そうかなーって検索してて思ったんですけど、ちょっと楽しそうというかいいなと思ったカードが1枚あるんですけど、今回はバラルとカーリゼブになります。なるほどなるほど。こいつ1枚気になりまして。なるほど。あれですか、2人とも無職になってるあ、そうですね。無職っていうのは色がなくなったんじゃなくて職業がなくなったっていう無職になってますね、こいつ。なんでしょうね、2人とも失業したんですかね。多分あれじゃないですかね、その職業柄協力することは許されなかったから一回無職になろうぜってお互い言ったんじゃないですかね。なるほどね、確かにこいつを今日は考えていくんですけど、まだどこも誰もやってない。そりゃそうだよね。出てないんだ。出てないで一人回しもできないのでちょっと不安定と言いますか不安定な話になるんですけど、ふわっとした話ね。そうですね、ちょっとこんな感じでいけるんじゃないかという、そう控訴してますねっていう空想の話になる。空想です。今日の話は空想の話なんで、ご了承いただきたいということで、まず能力の説明になりますね。この能力は空想ではない。これは一応本当そうみたいで、まず3マナ、EZ の3マナの、24の先制威迫。意外とスタッツやや高いみたいなね。こいつ下環境でやりそうで、ちょっと高くなんねえようことを祈ってるっていう今の現時点で、ケツが4っていうところそうですね、ケツ4強いですね。で、各ターンにあなたが最初のインスタントかソーサリーを唱えるたび、あなたの手札からそれと同じタイプ、インスタント、ソーサリーだったらソーサリーを、そのマナコストがそれよりも小さい呪文を踏み倒して唱えてよいと。例えば5マナのインスタント、そんなのねえか、6マナの5マナの追加ターン、打ったら2マナのドロー呪文ソーサリーとか打てるっていうことですよね。そうですね。簡単に言うとそういうことなんですけど、そうですね。それをそうしなかったらラガバン出ますよと。このラガバンはバニラですね。なぜか飼い主と一緒にいると弱くなると。でだからこのラガバン出るのがね、下の環境でワンチャンやりそうな気もするんですよ。なるほどね。でという能力なんですけど、まずこいつはちょっと怪しいんですよ。僕の怪しいですよね、書いてあることが。一応怪しいことは書いてある。そうインスタント踏み倒せるっていうのは要は簡単に言うと怪しいんでマナの概念ぶっ壊しに来てると。まずその踏み倒せる話ですね、っていうのを単純に思いつくところで言うと、宝船の巡航であったり、ディグであったり、冒涜な行動であったり、でかい呪文をそれを軽いコストで打つ。そうすると要は例えばディグは8で巡航8なんで、8より7以下の呪文がタダで唱えられるというのが、要はいいとこですよね、こいつの。まずそれができるぞと。そこ狙っていきたいよねみたいな。そうなんですよね。で僕たちが頑張って考えてきたプランで言いますと、まず、同じ踏み倒せるという話で言いますと、ピッチ、これが踏み倒せますと。ピッチで唱えた結果、そうです、他の呪文が踏み倒せる。例えばウィル5マナじゃないですか、それウィル打った瞬間に例えばインスタントの、3マナ4マナぐらいの天才の片鱗的な、なんすかそれ。4マナのドロー呪文。そうなんあるんですね。岩式とかを打てるわけじゃないですか。そういうことができるということで、そのピッチが結構入ってくるんじゃないかなと。他にも例えば水没であったり、
誤った指図も5マナで、うん。コマンディア何マナでしたっけ？コマンディアも一応打てますよね。まあ打てるね。はい。で、まあ、ピッチ系で言うと、例えば赤のピッチもありまして、はい。グレン操作。はい。これ、6マーなんですよ。6マーのインスタン6マート。のインスタントいいですね。で、4で振り分けられる。はい。悪くないと。悪くない。で、これ、落盤っていうカード、2点オールなんですけど、で、これ、赤の5マナのソーサリー。うん。まあ、ソーサリーはあんまり踏み倒す呪文ないかもしれないですけど、うん。まあまあ結構いいんじゃないかなっていう。で、ピッチをまず入れるのがいいと。うん。で、その後に、追加ターンですね。はい。これ、追加ターンが合計で調べた感じ13枚くらいあったんですけど、うん。そのうち厳選して10枚くらい入れまして、うん。例えば探査付きの追加ターンがありまして、時間への侵入っていうカードがあるんですけど、はい。それが、11マーだと。うん。11マーのソーサリー打って、はい。例えば5マナのソーサリーの追加ターンを打つと。はい。これ、追加2ターンだと。はい。これやばいですよね。やばいですね。で、まあ、例えば、奇跡が起きて、うん。めくれましたと。はい。メス中から追加ターンで、うん。もう作られた奇跡が起きて。作られた奇跡が起きて、はい。で、その7マナのソーサリーをめくれて、はい、さらに5マナの追加ターンを打つとか、はい。いうこともできると。うん。いうことで、最終的に、まあ、勝ち筋は、まあ、全部ライブラリを引き切るのがいいんじゃないかなっていうことになりまして、うん。まあ、あれですよね、ネクサスを、うん、最終的には唱えていくという。誰ですかちゃんとタッサウィンするとかそういうプランを持っとかないとそうですね。なんかなぜかドローがなんかで誘発しちゃってってなりますよ。ありましたよね。伝説の試合のように。そうそうそう。まあ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 、そういうこともあるかもしれないですが、まあ、それか、まあもしくは、まあ普通に、この色なんで LED が普通に入ってくると思うんで、うん、まあライブラリ引き飛ばしたいですね、とにかく。で、大体今言った感じの、もうざっくり入れます。うん、例えばピッチ10ぐらい入れて、打ち消し10ぐらい入れて、追加ターン10ぐらい、土地30、で、ファクト10ぐらい、うん、で、LED 系、うん、で、あとドロースペルですね。うん、で、ドロースペルは、どういうものがいいかっていう話ね。そうですね、何がいいかっていうのは、結局、まあ、ないんですよ。うん、インスタントの、3マナ4マナのインスタントのソーサリーっていうドローカードっていうのはなかったんですよね。結局あんまり強いのはないですね。なかったですね。結局3枚引いて1枚捨てるとか、3枚引いて2枚捨てるとか3枚引いて2枚捨てるとか、はい、2スクライして2枚引くとか、はい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 、そういうのになっちゃうんで、はい、で結局一番いいのは何かってなった時に、うん、逆に赤の方がいいんじゃないかって言い出したんですけど、はい、この大勝ちであったり予想外の授かり物、うん、こっちの方が強いよね。こっちも結局踏み倒した結果、うん、宝物増えるということになりまして、なぜか宝物増えるから、はい、あれこっちの方がはるかに強いね。そうですよね。まあ3マナのインスタントで1ディスカード2ドローでフラッシュバック4マーっていうのが確かあったはずなんですけど、うんうんうん、それと出会ったり、うん、まあでもソーサリーでも、うん、ありますよね、うん、3マーで、1枚捨てて2ドローの宝物1個もやつとか、うん、あるありますよね、うん、そういうのもソーサリーでもインスタントでも全然入れられると思うんで、うん、でとにかく手札を入れ替えてって、回転させることによって追加ターンを打つと。追加ターンを打っていけば意外とつながっていって、うん、最後までたどり着けるんじゃないかっていうのを空想で今話してます。はい、まあこいつ一応各ターンに最初のだからどうしてもね、そうですね、追加ターンしない限りは、はい、この能力誘発しないから。そうですね。また例えばウィル打って、うん、2ドローとか、うん、逆に2ドロー打って、うん、2マナの打ち消しマナードレインとか、
っていう可能性もあるんで、そういうムーブは結構ね小賢しいと思う。小賢しいですよね、まあまあいいんじゃないかなってことで、あとまあ紹介し忘れたところで言いますと、一応分割カードはあるんですけど、暗記記憶っていうカードがあるんですけど、はい、まあちょっとそれ暗記記憶ってカードが分割カードで10マナ合計10マナで10マナ踏み倒せるのかと思いきや、唱えてる時は4の唱えてる面だと面なんで4か6のどっちかなんでちょっと、ダメだったんでそれはやめといた方がいいという、分割カードはとりあえず踏み倒せませんということは一応あるということで、まあ、あと紹介してないのはマギのカードですね。はいはいはい。まあ大魔導士の名誉教授と嵐釜、これマギ2回誘発するので、まあこのカードいいんじゃないかなっていう、だいぶいいと思うけどね。思いましたね、ちょっとマナコスがそいつらやっぱりちょっと重いところが、ちょっと C 択レベルになっちゃうと引っかかってはくるんだけど、まあそうですね。まあ78のところだったらだいぶ強いと思う。そうですよね。で一応今言ったような感じでやっていくんですが、これ想像で話してますんで、全く違うゲームプランっていうのも我々考えてきまして、いわゆる変身ですね。はい、変身のプランも一応ありじゃないかという話になりまして、取れますよね。その場合はもちろんそのクリーチャーは変身する先のクリーチャーに絞るということになりますが、実はクリーチャーが今言った中で紹介しただけだと今マギのカード以外はクリーチャー紹介してないですよね。してない。なんでクリーチャーが絞れるんですよね、このデッキ。なんでその船砕きだったり潮吹きの暴君にしてしまって、変身を、こう例えばポンダーとか帝王を打ったらラガバンが出ますんで、そのラガバンを対象に、変身を打つということもできると。でそこからあとはもう自分を捉えるたびに2個ずつバウンスできるということになってきますんで、その場合はもう全員敵になりますけど大丈夫ですかね。いやだって変身取るんだから変身したらもうゼロマナのアーティファクトをぴょんぴょんして無限マナになって勝ってくださいって話なんで、無限マナどうします？無限マナからのプランがないんですけど、注ぎ口ないんであれですけど、殴るしかないんですよね結局。まあそういうのもありますよということで、まあこれ固まってないのはまだ始まったばかりでなんでかちょっとどうするのが正解かっていうのはまだ分かんないという状況でこの話をしてますんで、あとは皆さんに託すというもしまあなんかこんなんいけますよっていうのがあったらコメントして教えてほしいですよね。コメントしていただければなというところですね。このバラルとカーリゼブ、おすすめなんでおすすめ想像でおすすめなんで、やってみてくださいということで、今回の動画は以上になりますね。おしまい。